今日はですね、トニー&リョウスキチャンネルの候補スタイルトニーが BCG を辞めた後に Northern Light Venture Capital というですね、US にあるけども、中華系 VC で、総運用資産額が 1.1 兆円で、その中でも150億円の VC を実際に立ち上げに携わったトニーがですね、VC って入る前と入った後どう違うのか、リアルの VC ってどうなのかっていう話をいろいろオフレコで聞いていきたいと思います。お願いします。私もですね、17億円の資金調達したが、スタートアップ側の話として、シェアできる内容とか、実際私が見た話も紹介できたらなと思ってます。そもそも BCG 出た後、VC 行ったじゃん。それで US だと割とレアなキャリアパスだと思うんだけど、それでなんでそもそも行ったんだっけ？今思えばこんな考えでよかったのかっていう疑問もあるけど、当時ドバイで、ソブリンウェルスファンド系のファイナンスの案件をいろいろやってて DD とかで、あと21年だったんでコロナでいろいろテックブームがあったじゃん。でそのテックブームでちょっとテックに興味持ち始めて、いやじゃあテックとファイナンスのインターセクションってVC じゃないのかってすごい適当なナイーブな考えで、VC の転職に興味を持ってでノーザンライツと紹介いただいてでそっちに移ったんだけど、いや全然違ったねそれは。あ、そう、想像とは全く。でトニーが6年前ぐらいに見といたビデオを今日ちょっと作っていけたらっていや感じだね。本当になそれでいくとじゃあファイナンスの力をもってしてそのテックがいかにいいかを見極めるっていうところは多分その最初の思想として入ったと思うんだけど、実際ファイナンス使っていいスタートアップを見つけた？いや逆にファイナンスを使っていいスタートアップを見つけちゃいけないと思うあれそうだから多分特に元バンカーとか元そのファイナンスのコンサルとかだとやっぱそのレンズで世界を見ちゃうんだよね、となると投資できるスタートアップはないですとそれもう終わっちゃうね財務諸表とか要求してくる VC はその VC の本質がちゃんと分かってないと思うんだよ。じゃあ何をもってその実際の VC の人たちはスタートアップ見極めてたの？その VC によって、いろいろ違う主義のVC があるんだけど、でも根本的に見てるのは、マーケットと、プロダクトと人、この3つの軸で、3つ全部見てます。でもどっちが一番大事なのかはその VC によってちょっと意見が変わるかな。でもなんかその結局やっぱテクノロジーを使ってどんどん世界を変えていくスタートアップに投資をしていくってことじゃん。そうだね。ってなった時に、今の話でいくと全部見なきゃいけないし、全部やっぱよく分かってないといけない。でリアルはどうなのよ？いや間違ってはないです。間違ってはないんだけどね、ぶっちゃけ言うと 99% の VC はX とかその他のシリコンバレーの一流 VC とかの載せてるブログとかポストとかそういうのを読んでそれっぽいことを自分もなんか考えてそれっぽいことを言ってるぐらいの考えから多分始まるかな。だからセコイアとかアンドリーセンとか何言ってるのかちゃんと読んで、で今は最近のが X でバズってるこれからのトピックとかいろんな BC がいろいろ言ってるけど、多分2ヶ月ぐらい前にアンドリーセンが言い始めたことをなんか日本マーケットでこれ適用するのかって考えて、その過程は多分割々とあると思う、で自分のプレイングフィールドで、彼らが言ってることがどう再現されてるのかっていう考えで実際いい投資案件は日本では何なのか考える、その過程はバリューアットなんだけど、多分方向的にはやっぱその技術に投資してるんで、その技術が来るのもアメリカじゃん、だからアメリカ、中国で何が起きてるのか、彼らは何を言ってるのかを見てからそこから自分のアイデアを出していくので、割と外部の影響が高い。でもなんか実際投資判断をするときはさ、その投資するまでの過程でいくと、その見つけてでこいついいなと思って、投資をするまでにいくと思うんだけど、でもなんか投資したいです、なぜならアンドリーセンがいいって言ってたからって言ってね、10億とか出せないじゃんそれじゃあどうすんのよ？いやでもアンドリーセンこう言ってるからではダメなんだけど、アンドリーセンがキャップテーブルに入ってますだったら一発で通ると思うよ。投資家リストに入ってるとか、アンドリースがこのラウンドに入りたいと言ってますとか言ったら、それ多分投資委員会一発で通ると思う、普通の BC だったらなんかマーケットアナリシスとかそうしかもなんか時間なかったらね、もうメモとかどうでもいいよって、投資メモとか分析はどうでもいいんでとりあえず通せになるのが多分ほとんどの
BC の現実だと思うな。投資判断の話でさ俺正直ショックだったのが、なんか投資メモを書くのがその投資 BC の最低限の仕事じゃん、その投資メモの阿蘇がやってる仕事がいかに大事じゃないかというと、多分 BC ってみんななんか友達なんだよね。で結構みんな一緒にハングアウトしてて、でいい案件があったらなんかその友達同士でなんかこの案件みんなで通そうみたいな感じで、5人か10人か集まってそのクラブディールとかもたまにやるわけ、でその時さ1人が今回はお前が書けよってお前の番だぞって言って投資メモ書いて、それみんなで共有してコピペしてフォーマットだけ変えて自分の投資委員会に出してやば。そうコピペがじゃあ10社の VC で一緒に回ってるわけだ。そうでそれをなんか飲み会とかで言われて、今回お前の番だぞみたいな感じで、やらしてやってるって聞いてはって思って、だから投資メモの内容ってぶっちゃけどうでもいいんだとそういうので通っちゃうことも多分あるってことだよね、全部が全部そうじゃないのかもだけど。いつも視聴ありがとうございます。おかげさまでもうすぐ登録者4000人になります。正直ここまで来れると思ってなかったです。これからもみんなの期待を超えていける動画を出していきたいので、ぜひ4000人到達のためにまだ登録しない人は登録お願いします。お願いします。でもそもそもそのやりたい案件を探さなきゃいけないわけじゃん、で探すってなるとまあなんかいっぱいこう通してくださいって多分来ると思うんだけど、実際のその投資先の探し方って、そのどうやんの？そのいっぱい来てその中から選ぶの？インバウンドでも結構来るし、我々こういう会社やってます、ミーティングしませんかとか感じのインバウンドも来るし、で俺が自社のテーゼがあって、そのテーゼの下に、こういう会社ないのかなって言ってネットで調べたり、他の VC とネットワーキングしながらこういう会社あるよとかいろいろ噂聞いてで探して、ね、アウトバウンドでミーティング取るとかもあるし、いろいろな形で常に人は会ってるかな。で割合はでもこれは結構人によって違うと思うけど、個人的にはアウトバウンドが多い方がいいと思う、なぜかというとインバウンドの質が平均的に結構低いんで、タイパーは悪いと思う。だってここもさちょっと業界のその自分の投資インサイトがどのぐらい大事なんですかっていう話につながると思うんだけど、大体の場合成功する今一番イケてる会社って誰でも分かってるんで、別にそれはね別に自分がその仮説を持ってすごい頑張って探して、見つけるんじゃなくて、ネットワーキングイベント1回ぐらい行ったら大体ね分かって、その会社の名前を聞いて調べてみたらいいじゃんってなって、どうやってファウンダーとミーティング取れるんだろうって思うのが自然で、そっちの方が多分成功する投資につながる可能性が高い。なるほど。VC 側から探しに行くことの方がいいというか多い。それが望ましいと思う。実際そうだった？俺もそうだったかな。じゃあ基本ネットワーキングをしてる、アウトバウンドをしてる。基本ネットワーキングアウトバウンドしてて、インバウンドほぼミーティング取らなかったかな俺は。じゃあでもさ、VC って投資はじゃあそうかもしれないですと、ただ投資した先にはちゃんと見方として価値出すんでしょみたいな、スタートアップがどう伸びるかのパートナーとして居続けるんでしょう、っていうのがよく VC がよく我々はスタートアップの味方ですって言ってると思うんだけど、その辺はどう入ってみてギャップとかあった？そうだね、VC になりたい人ってその未来に投資したいと、その投資先にバリューアッドをしたいって2つの理由が大体あると思うんだけど、その2番目の理由はこれもなんか間違ってはないんだけど実際 VC がスタートアップに、バリューアッドできるのは5つの観点があって、1つ目はフォローオンキャピタル、その次のラウンドに、自社の金でもいいし紹介でもいいし何かしらの貢献ができると、2番目はハイアリング、その採用に対していい人を紹介できるのか、3つ目がビジネスディベロップメント、特にエンタープライズだったら新しいアカウントの紹介できるとか、アメリカ市場進出とかにその現地のネットワークあるとかあるじゃん。4つ目がそのスタートアップのファウンダーと経営層がいい決断ができるようにちゃんと助言することで、5つ目はこれは多分一番大事で、何もしないこと邪魔しない
はいはいはい。そうクソめんどくさいBC っているんで、いるね。うん、すごいあれでしょ、そのアップデート送ってこいとか、このフォーマットでやれとか、そうあれどうなってんだって質問要求してくるでしょ。そのスタートアップがちゃんと仕事できるように妨害しないことが一番大事かな、この5つの中で1つもちゃんとできてない BC って結構多い。そう逆に1つか2つちゃんとできれば非常にありがたい BC かな。トニーはその元コンサルとしてはどういうバリューアップしようとしたの？だからそれがさ、俺が辞めた理由の多分第一の理由だと思う。これはなんか自分が、若かったし、なんかコンサルってやっぱいろんなね、大きい会社のいろんな案件を扱ってバリュー出してるわけじゃん。だから、自然にスタートアップでもできるんじゃないかなと思ったんだけど、なんか元コンサルとしてスタートアップに俺はこの5つの軸の中でできることってほぼ何もなかったわけ。一番なんかできそうだったのが多分自分ができるのは多分ある程度のハイアリング、自分のネットワーク使って、で頑張って自分のネットワークも広げてで手伝うのはできるかもしれないけど、あとは邪魔しない、でも邪魔しないもそれもファームの方針で、ね、邪魔してこいって言ったら、ね、やるしかないじゃんでフォローワンキャピタルも別に俺のネットワークでできるわけじゃない、それもファームのネットワークだし、アドバイスもさ、コンサル 2,3 年やってスタートアップ起業1回もやってないやつがファウンダーに何アドバイスできんの？いやそれな、でしかもその VC をやり続けてる、もちろんなんかいろんな投資先のジャーニーを見てるから、いろんなことを見て、こういうのがありましたよっていうのを言えるんだけど、実際ビジネスやってない人、起業してない人がどのハイクオリティのアドバイスが本当にできるのか、ね、できる人はいるかもしれないけど非常に少ないと思う。だから長期的にこの仕事を続けていいのかっていう疑問で辞めたかな、正直に言うと。なるほどね。いやなんかそのバリューアッドの5つはすごいなんかしっくりきてて、俺なんか自分のそのスタートアップ時代、俺シリーズ B は割とその戦略的投資、要はその事業会社からもらったりとか、あとデッドも組み合わせてやったからあんまり VC 入れなかったんだけど、シリーズ A でしっかり VC やってたのね、で結構そことデイトゥデイで会話してたんだけど、でも本当にヘルプフルだったのは1個はその邪魔しない本当に、っていうのと、もう1個は、俺らの場合は、アドバイスがすごい役に立ったシチュエーションがあって、で邪魔しないでいくと、例えばコーラルキャピタルが俺らのキャップテーブルにいたんだけど、彼らの方針ってハンズオンでもオフでもなくてハンズイフって言ってるね。必要だったら声をかけてくれと、全力でサポートすると、そうじゃなかったら好きにやってくれっていうスタンスで、本当にそんな感じだよね。でなんかリクエストするとすごいレス早く答えてくれるし、これなんかすごい良かった。でもう一個は俺らそのロボット作ってて、でシリーズ B 以降もうちょっとそのしっかりマスプロダクションに移行したいみたいなっていう時に、俺らのシリーズ B に入ってた人がもっとそういうロボティックスではないんだけど、ハードウェアのマスプロダクションを実際にやったフェーズを経験した元社長だったの。だから本当にやったことあったから、いやこれでこういくんだったらこういうスケジュール感じゃないと無理だよとか、そのサプライを選ぶときこういう基準で見た方がいいよとか、俺も一緒に行くわとか言ってくれたりしたのね。そのレベルでやってくれた現場感がある人のアドバイスは本当にためになった。特にそのファームレベルでできることと個人レベルでできることって全然違うからさ、個人レベルでできない状況がずっと続く状況の中で、やりがいをなんか感じれなくなるんだよね、特にそのバリューアッドをすごい楽しみにして入社した場合は、これはもう自分のせいなんだけど結局、だからそもそもだから元コンサル出身の人が VC に行くと、言って俺になんかいろいろアドバイス求めてる人多いんだけど、普段だいたいやめときなさいって言うな本当にバリューアッドをしたいって思うならやめときなさいっていう。これ当時やってたバリューアッドの話なんだけど、グリーンテック、その農業技術の会社があって、彼らのアメリカ進出を手伝ってたんだけど、実際一緒にオハイオ州まで行って、会社のポジショニングはこうしなさい、でプロダクトのバリューはこんな感じでポジショニングしてほしいとか、全部コーチングして結構エフェクティブで、しかも結局なんか言語的な問題で半分俺が喋ったっていうところもあって、いろいろ役に立ってすごい感謝された記憶はあるんだけど、そこで俺がね気づいたのはこれはやっぱできないなって思った。できないというと時間がかかりすぎる。
投資役としてやっぱ自分の本業は投資する会社にあって投資、ね、メモとか書いたりしてそれがメインなんだけどこのバリューアットの仕事にこのぐらいの手厚いサポートをするのはそもそも俺一人でできることじゃないと。これ実際多分構造的な問題もあるんだと思っていて俺らのその VC 側と話しててもさいっぱいポートフォリオカンパニーあるじゃんで、なんか何十個抱えてる中の1個でしかないからそんなに時間費やせないんだよねってところあると思うんだよね、本当に。あとねこれは本当表では言わないことなんだけど VC ってやっぱその限られてる自分のバンドウィストを使ってバリューアットをしてるじゃん。でも本当に一番でもバリューアットは必要な会社って一番苦労してる会社なんだよね、でも VC のポートフォリオってやっぱ10社投資したらその1社のウィナーから全部のリターンが出るわけじゃん、残りの9社に自分に使う自分の能力って結局は VC 側の観点かというと浪費になるんだよね、だから帰ってこないってことね。そう帰ってこない、でそこにどのぐらい頑張ればいいのかっていう質問がいつもあって多分よく苦労してる会社を手伝う理由は多分手伝わないと、ね、レピュテーションが悪くなるから手伝わざるを得ない的な観点で、義務でやっててでも本当は時間使いたくないって思っててでウィナーズはあんまね手伝いが必要じゃない勝手に分かってるんで、でもこれはね単純に VC がすごい上から目線で考えてるわけではなく VC の仕事って VC の本当のお客さんは LP なんで LP とは LP は我々が我々のファンドに投資してるカピタルオーナーズお金を出してくれてる人、お金を出してくれる人、で彼らの利益を最大化するのが我々のそのフィデュシアリーデューティー、責任なんでしかも我々のインセンティブもそっちにアラインしてるんで、どっちもそうなんで自分に対するフィデュシアリーデューティーもある利益の最大化が目的であればマーケティング的な効果その評判的な効果以上の努力はバリューアットにする理由がぶっちゃけない。そういう意味でそのVC がスタートアップに対するバリューアットとなるところは、そもそも能力値にも限界もあるし構造的に限界があるっていうのが見えてきたってことね。でそうすると仕事内容的にはその投資先を見つけるから投資先のバリューアットの話してきたけど給与とかそのライフスタイルどういう働き方してるのかっていうのはその実際入るまでの想定と入った後でギャップあった？これはちょっと業界全般的な話で俺の、ケースはちょっと違うんだけど大体プロファームに比べて給与は下がります確実に、そうだね、あとその上がる速度もそこまで速くない、キャッシュコンペンセーションは、でもちょっと上に行けばキャリーがついてくるのはあるもののそのキャリーはね10年15年ぐらいに後ぐらいにもらえるものだしあとジュニアとミッドレベルでもらえるキャリーってそんなに意味ないのであんまね給与的にはそこまで良くない多分絶対ペイカットだと思う元コンサル会議だったらなんかねその VC やっぱキャリーで一攫千金ドーンっていうイメージが俺の中であるけどそれは違うの？それはジュニアだとそもそももしもらえるとしてもあんま意味のある額じゃないんで多分よく聞かれるのがそのキャリーのパーセンテージとベースコンペンセーションのどっちを選べっていうオファーをもらいましたっていう、後輩がいるのね、現金もらいなさってVC のキャリーはちょっと PE のキャリーとちょっと違ってやっぱ VC の方がいろんな構造的に不確実性が高いので、時間軸も PE より長いしあと VC は同じ会社でもファンドによって結構リターンが違うのでだから自分がジョインした時点の自分のキャリーが必ずしもねよく、そもそもキャリーがゼロかもしれないし、ファンドレベルの不確実性も高いしあとプラットフォーム的にもさ今まで、いい投資判断をしてきた VC が今後もいい判断をするっていう保証が全くないので、だからもう本当にキャリーってどうなるのか15年後自分が 1円ももらえるのかもう分かんないからキャッシュかキャリーかって言ったらジュニアは確実にキャッシュを選ぶべきだと思う。
夢はあるけどちょっと確率勝てなみたいな。まあ、ただしその代わりライフスタイルは改善します。ほうほうほう。それはワーキングアワーとかってこと？ワーキングアワーもそうだし、あとなんかそのストレス感がね、やっぱそのクライアントがなくなったんで、自分の仕事の本質は投資をするかしないかの話じゃん。でお金を上げる側じゃん一応。だからあんまね、俺が投資できなかったら会社が儲かんないっていう話じゃないから、だから日々のストレスが結構低い。労働時間はその思ってたより多かった少なかった？実際何時間ぐらい？これもね、VC はサボるとしたらいくらでもサボれるからさ俺実際ちょっと今週休みたいなって思ったらなんか10時間ぐらい働いてたとかある程度の KPI はあるものの、なんか結局いい案件を持ってきたらさ、まあ、それでね自分の価値を出したんだし、他は自分が何やってるのか別に誰も見てないし、だから自由度が高い。でもサボってると結局後でバチが当たるのでサボっちゃいけないんだけど、でもまあサボろうとしたらいくらでもサボれる仕事だと。それはあれだね、知らない人いっぱいいるあとこれはちょっと特にアジアの VC の傾向なんだけど、ネットワーキングが大事です VC は、でもそのネットワーキングのやり方がちょっとアメリカと違って、結構ねなんかファンシーなパーティーとか多いんだよねあ、そうなんかVC 飲み会的なやつで、すごい高級なところをレントして、そこでなんかみんな飲んだりワイワイして、まあ、ディールの情報を交換したりするんだけど、なんか人と話すのが好きで飲みに行くのが好きで、そういう陽キャの人にはなんかもう天国かもしれないまあその仕事の主な一つがやっぱ人と会い続けて話し続けることだからってことね、そういうライフスタイルになりますと、それがまあ VC でもファウンダーでも自分のまあ人材ネットワークハイアリングのバリューアップのためにやってることでも、まあ、とりあえず人と会って遊んで関係を構築するのが好きな人かな。まあ、なんかペイカットはあるかもしれないけど、まあ、人と会いまくってとにかく投資先を探してっていう、まあ、仕事のウェイオブズワーキングですと。でただ VC に行くってなった時にやっぱその先に企業を見据えていく人も結構いると思うのよね、でやっぱそしたらやっぱ投資側の目線からどのスタートアップがいいか分かって、なんかどういうスタートアップを自分がやればいいか身につくとっていう思想で VC 行く人もいると思うんだけど、それに対してトニーはどう思う？だからね、まさに俺 VC やってから起業してるじゃんどうですかまあ、完全に役に立たないことはないと思うけど、なんか遠回しな言い方するね起業するいい起業家になりたいから VC に先になりますは、確実に間違ってると思う。タイパ的な話で、もちろん得られるのは VC にこういう感じで話したらまあ伝わるかなと、実際後ろでどんな動きをしてるから、こういう意思決定者誰なのか知って、それを察した上でなんかアプローチの戦略を組むとか、まあ、そういうのはファンドレイジングのロジスラッシュ戦略的な話はあると思うものの、企業の本質はそこじゃないんだよな、やっぱそうだねいいプロダクト作ってで世界に価値出してればさ、そうね、誰かのペインを、ね、解決するが本当本質だからね。個人的にはね VC はインターンシップが理想的だと思う。 VC のインターンシップはもうもうノーリグレットで誰もまあ、本当起業家じゃなくても1回ぐらいやっても、ね、いいと思う。まあ、あとはファウンダーとしてのブランディングとして元 VC ってそんなに強いプロフィールじゃないんだよななんかこの人元 VC だから投資しますって全然言えないし、元例えばオペレーターです、元ファウンダーですで元スタンフォードの AI PhD ですとかと全然柄が違うからさ、あんまね役に立たないと思う。俺もベイン時代の友達で、元ベインから VC って今起業してるやつがいるんだけど、そいつ自己資金ブートストラップしてんの、まあそれこそ VC になった経験があるからそうなってかもしれませんね。VC 入れなくていいかなってなってそうなるとさっき言ったね使えるところ何も使えないからね。あとはね VC に、まあ、今MBA とかいろいろ学校とか今現職のコンサルとかいろいろ VC どうかなってふわっと思ってる人多いと思うの。俺も実際そんな感じだったし、でも今思うのがそのふわっとしたぐらいの考えで VC になるのは間違ってると思う。
もう自分が未来はこういう感じになると思う、だからこういう技術とこういう会社に投資したいっていう考えが結構明確になった後に VC の転職を探すべきだと思う。だって言ったらさ、別に、本当に一流の VC では会社の考え方を学ぶんじゃなくて、もうそもそもできてる人を、これはバイサイド全般的にある程度そういう雰囲気があるんだけど、自分のテーゼがちゃんとある人を雇いたいし、そういう人じゃないとその場でサバイブできないので、だからもうその自分の考えが明確じゃない人はあんま、ね、目指すのはお勧めしないかな。でよく特に MBA とかでファンド系に行きたいですっていう人多いと思うんだよね。俺そもそもそのファンド系に行きたいっていう言葉自体が間違ってると思っててファンドって何、VC もあるし、 VC の中でもシードから、ね、グロースまであるし、 PE もあるし、ヘッジファンドいろいろあるじゃん。だからその考えのクラリティがないとバイサイドのキャリアは目指さない方がいいと思う。成功絶対できないので。だから BC は特にね、他のバイサイドの、キャリアパスって結構報酬高いからさ、別にね、俺こういうフィット感悪くても年収3000万4000万だからいいじゃんっていう感じなんだけど、 BC はねショートタームのキャッシュが高くないんで、フィット感悪かったら終わりだからね。それでもやっぱいまだに人気のある職業だし、行く人もいっぱいいる。で憧れる人もいっぱいいる。その中でどういう人だったら VC 行った方がいいよっていうのをトニーから見てアドバイスがあれば。まずは一番大事なのはテック、その企業、こういうトピックに対してもう本当に心の底からパッションがある人じゃないと難しいと思うな。俺もBCG から転職考えた時にテック好きだと思ったんだけど、テックにパッションがあると思ったんだけど、いや俺はパッションっていうよりは好きだった、興味があったというのが常にこれを考えないといけないという立場になった後に分かったかな。だからもうこのトピックがもう好きすぎてしょうがない、だからもう好きすぎてしょうがなくてペイカットがあってもこの業界で働きたいっていうその強い気持ちじゃないとダメだと思う。あとはその強い気持ちは前提条件で、2番目は自分のキャリアの満足度を自分の投資先の成功とつなげない人が向いてると思う。なぜかというと、俺の場合 BC になってから10年後15年後、自分が投資した投資先、自分が関わった案件がなんか世界を変えてないと、自分の仕事ってどういう意味があったのかと思ってきて、もしそういう世界を変える企業と関わりがなかったらすごい悲しいなって思って、もちろんその考え方が合ってるかどうかはさておいて、こういう考えをしちゃう人だとやっぱその自分の自尊心とかそういうね、自分のやってる仕事のスケールに直結する人だとVC はねリスキーかな。成功してる会社に投資することだけが意味がある仕事じゃないんだけど、自分の気持ち的にそう思っちゃう人だったらお勧めしません。あとはでこれって結構だからどのファームに行くのが結構大事になってきて、 VC はその構造的にスタートアップって 0.1% しか成功しないから、それに関われるファンドって結構限られてるじゃん。だから自分がどのファンドに入れるかによってこの VC に行けるかどうかも変わると思うかな。いい VC に入れなかったら VC に行くべきじゃない。なぜかというと、一流に行けるんだったら割とねいいキャリアが作れられるかもしれないし、すごい面白い経験もいっぱいできると思うんだけど、そうじゃない VC 行くとやっぱその業界構造的に 0.1% のスタートアップに投資しないといけない。でもそのスタートアップに関わる機会がないその二流三流 VC になるとやってる意味あんのかっていう疑問があるんだよね。これはちょっとコンサルの場合別にMBB 行けなくても本当にいいコンサル会社多いし、ですごいインパクトのせるキャリア作れるし、逆に MBB よりポジショニング的に自分のフィット感が高いかもしれないけど VC は違う。あと3つ目は単純にね、この仕事は陽キャの人が向いてると思う。なんか無限に人を会わないといけないからさ、あとそれがその人に会うことによって自分がエネルギーをもらえる人だったら、多分日々が楽しいんじゃないかな。俺多分ね VC 向いてると思ってね確かにね思えば、ちょっとスタートアップダメ、 YouTube ダメだったら VC 行くわじゃあいや逆にそのポッドキャスト初のVC ファンドもいるじゃん。確かにあるね、ちょっとそっちに発展するから今まで結構いろんなこと言ってVC の裏側じゃないけど、ちょっと表に出てない側面を言ったじゃん。でも俺は正直 VC
の業界としてのリスペクトは結構高い。だけどリスペクトが高い理由は、一流の VC は本当にすごい人たちだと思うから、彼らの考え方、蓄積した経験で、彼らの、バリューアッドによって実際会社の運命は変わってるし、本当にすごい人が集まってる業界だとは思ってるんだけど、その一番ねイケてる人たちを見てそれに憧れて VC になるのは、それはなんかクリロナを見て俺はサッカー選手になりたいっていう考えと結構似てると思って、現実的に自分がそういう感じの投資家になれるかどうかで、なれなかった場合満足できるのかをちゃんと考えてからやらないとね、後悔する業界だから、まあ気をつけてほしい。とりあえずやってみようかっていう業界ではないと思うかな。さらにですね、トニーの経験の話、そのファンドレイジングした話とか、もっと詳しい話聞きたいよって人はぜひコメントで教えてください。また、VC 含めたバイサイドが実際どうやってそんなに儲かっているのか、実は稼げるのかって話をこのバイサイドエピソードもしてるので、興味ある人はそっちも見てみてください。それじゃあまた。